皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日はですね、皆さん見てください。しだれ桜、もうめちゃくちゃ見頃になってきましたけど、まだこれでも見頃のちょっと手前みたいです。で、ここどこかっていうとですね、城南宮です。城南宮、こんな感じ。もう京都といえば、京都で梅といえばもう城南宮が一番最初にね上がってくるんちゃうかなと思って、で今日はその城南宮をねぶらぶら散策していきたいんですけど、ここに入ってすぐここにね見頃かどうか書いてあります。今6分咲き。あ、それ日付言うの忘れてた。今日は2月22日、今13時34分、1時半です。3連休の中日だから見てください。もうこれ行列がすごい。これ入っていく行列なんですけども、この行列がえぐいんですよ今日。それもいいけど、これちょっと映しとこう。いやほんま綺麗やな、めっちゃマジでめっちゃ綺麗。いやついにねポカポカ陽気の一日が始まる時期になってきました。今日はなんと気温20度、めちゃくちゃ暖かい。で今13時34分でしょ。これ当然この行列並ぶわけですけども、この行列並んで何分で入れたかまで言いますよ。ほんでね、今の時期ってこんな感じ。なんかね梅売ってるんですよ。これ1万2000円。これまだ咲いてないけど、これ家帰って多分あと1ヶ月ぐらい2、3週間で咲くんじゃないですか。こういうのこの売ってます。売ってます。だから買いたい人はねこういうの持って帰ってって、3000円ぐらいで買えるやつから、小さいやつからね1万円超えるような高いやつまであるんで、そういうのまで全部皆さん見てってもらってね。まだやっぱ咲いてないところもありますね。こうやって木陰の部分は咲いてないかも。でもね、この有料ゾーンはもう結構咲いてるみたいなんでね、6分咲きですから、なんて言ったって。でももうめちゃくちゃ暖かなってきてますから、これ絶対進むよ、この感じが。あとほんまに1週間ぐらいでもう満開とかなりそう。いやでもほんまちょっとやばい、行列すげえ。長っ。長っ。まだ行列。いやこれ1時今34分。いやこれ1時間ぐらい待つんちゃいます。今日はねほんま3連休なんでね、3連休っていうのもあると思うんですけど、これ満開になるといつもねテレビ局の人とかが来て、そっからもうすごい行列になるんで、多分来週ぐらいに来ても同じぐらいの行列だと思っといた方がいいかも。来るんやったら平日をおすすめ。土日は結構並ばなあかんかも。ようやく最後尾、こっから並んでって、今1時34分、何分で入れるか。とりあえず一旦飛ばします。現在14時10分です。ようやくゴールに近づいてきた。次ネクスト。大人1人お願いします。ちょうどだと思います。ありがとうございます。イエーイ、入れた。配管券。いやーようやくですよ。30分かかった。14時34分から並び始めて、今13時34分から並び始めて、今14時10分ぐらいだからほんまに30分ぐらいかな、並びましたよ。こっから先もすごいゆっくり。道幅広く安全な道行かれます方は列に並ばずに左手の方からお進みください。ここにパンフレットがあります。パンフレット。こんななる。昨日とか去年も動画撮ったけど、去年はすごい満開やった気がするな。
今日は6分咲きぐらいで、椿がちょうど見頃みたいですね。あ、これは多分右側の道が山道なんですよ。山道の方が綺麗なんですけど、山道にこれは多分並んでて、左側の道は山道じゃないから空いてるんですよ。だから並ばんでいい。今回は右側の山道を通っていきたいと思います。いやー、これ中入ってもすごい長くなりそう。でもこの辺から両サイドに椿が出てき始めて、待ち時間もすごい楽しくなってくる。蝦夷錦、椿はなんか結構見頃って書いてあったけど、まだ全然咲いてない椿もある。だからほんまにあと 4,5 日後、来週土日ぐらいがちょうど両方いい感じの見頃になりそうな気がする。ここまで来ると並んだ意味がようやく分かってくる。一方通行、左の道と右の道があって、やっぱ綺麗な道行こうと思うと、もうこの行列をね耐え抜かないといけない。ちょっと時間のない人はもうここスキップしていくことになるから、結構みんな時間には余裕を持ってきた方がいいかもしれないです。こっちね、もう近づいてきましたよ。ほら、すごい。さあ、ワクワク。ようやく山にたどり着きました。すごい。右左広がって右左の梅の花をご覧になりながらゆっくりとめちゃくちゃ綺麗。ただいま2時30分になります。3時から梅ヶ谷神楽がありますので、ご覧になります方は立ち止まらずにお進みになってください。3時から梅の神楽があるんですって。すごい綺麗。今2時半やから入場したんが10分やったから、ここまで歩くのに20分かかりました。すごい。列並ぶのにもめっちゃ時間かかる。でもほんまもう見渡す限りすごい綺麗な梅が、しかも香りがすごい、めっちゃいいわ。匂いが全部綺麗やん。めっちゃ綺麗。いいじゃん。でもやっぱまだつぼみのところもある。やっぱあと1週間後ぐらい、 4,5 日後ぐらいがいい感じになりそう。でも今日の夜雨降るって言われてるから、この今ついてんのが散らへんかが心配。もう上見上げてもほら綺麗な梅があるんだもん。白色は結構咲いてる。赤色がこうやってまだやな。でも赤も奥行ったらあんな感じですごい咲いてる。すごい楽しみ。ワクワク。めっちゃ綺麗やん。めちゃくちゃ綺麗。もっと近づきたい。すごっ、美しすぎる。いや、ようやくほんまに春が来たって感じ。今でこそ花見は桜のイメージなんですけど、
本当の大昔はお花見は梅でしてましたからね。お花見みんな2月にやってたよな。だからめっちゃいいやん。あそこがフォトスポットなんやな。めっちゃいいやん。まだほんまにあとちょっと。でもほんまに気温が最近昨日からすごい上がってきてるから、こっから一気に開花してきそう。もう一回もう一回。めっちゃええ香りや。美しすぎる。すごいしだれてるんで、枝に体が当たっちゃいそうになる。めっちゃ綺麗や。いやもうずっとここに布団引いて寝たいな。美しすぎる。あ、ミツバチもやってきてる。ほら、うわほんま春になったな、ようやく。うわすごっ、めっちゃ綺麗。あ、ミツバチがすごい蜜を採取しに来てる。めっちゃ綺麗や。これこそまさに。めっちゃ綺麗や。めっちゃ綺麗や。拡大しよう。うわーすごいよ、めっちゃ綺麗。風でなびいてる。めっちゃ綺麗や。川が流れてるのめっちゃいいな。あ、そう、なんで山っていうかっていうとですね、ここに書いてあります。春の山。ここを山と言います。山感はないけどね、全然登山とか登ってる感もないし。すっごい綺麗。すっごい綺麗やな。ここがすごい写真映えするスポットですよね。これサムネイルにしよう。めっちゃ綺麗や。この川の音とこの綺麗な紅白の梅が最強に美しい。ここでほんまにあと2時間は入れるわ。ここの動画だけで2時間撮れるけど、ちょっと一旦進もう。クソ綺麗や。
あ次に進みましょうか。ここまですごい並んでるけど、ここから先はなんか全然並んでない。ここをねみんな撮るために結構こんな感じで並ばはります。ここの写真撮影せんでいいんやったらそんな奥まで並ばんでいいかも。これはね、これめっちゃ綺麗やん。ほんま一番綺麗かもしれへん。これがすごいなあ。この苔もめっちゃいいな。この苔の上に梅の花びらが落ちてるのがまたいいですね。いやほんまに春って感じ。あったかいもん今20度やしな。なんせめちゃくちゃあったかいわ。めっちゃ綺麗。綺麗やなほんま。いや満開の時にもう一回来よう。まだほんま六分咲き、表に書いてあった通りちゃんと六分咲きやから満開になった時にもう一回来たい。うわこれめっちゃ綺麗に開いてる。美しい。めちゃくちゃ綺麗やん。おーちゃん、おーちゃん、来て。さあ進んでいきましょう。おこれはなんか色が違う。なんか白い色。これなんだろう。なんか詳しい方いたらコメントください。これなんなんやろ。白いてかピンクなんか赤じゃない。ピンクの梅や。すごい綺麗。すごい綺麗。相変わらず綺麗やな。もうこの辺からちょっとね皆さん気をつけてくださいね。これ枝に当たったら折れちゃったりするからね。めっちゃ綺麗。この梅に目が行きがちやけどこの苔もいいよね。城南宮といえばこの苔ですよ。綺麗な。もうちょっと行ったところもっと綺麗な苔があるんやけどその苔がほんまに最強やからちょっと当たらんように行くの大変。この枝につぼみ折っちゃうからな。開かずに。こんな目の前にじゃん。すごい綺麗やわ。ほんま綺麗。やっぱ日光が当たってた方が綺麗に撮れるな。綺麗じゃん。めっちゃ綺麗じゃん。めちゃくちゃ綺麗。いやこの辺もちょっと苔引いてほしいな。なんか去年より苔減ってる気がする。気のせい。
気のせいかな、苔減ってる気がする。美しすぎる。見てよこれとか、すごい全部咲いてる。綺麗ね。綺麗すぎる、綺麗すぎるぜ。ちょっと本当にめっちゃ綺麗やわ。なんかこの適度につぼみがある感じもまたいいよね。これが椿の道、ここがすごい有名な場所なんですよ。みんなが結構写真のスポットなんですけど、ここがね、これが満開になるともっと綺麗なんやけどな。ちょっと今日まだ6分咲きやからそんなやな。去年の城南宮の動画のサムネイルはここから撮った写真やった気がするな。そうそう、ここに今まだ椿が1個しか落ちてないんやけど、ここにね、多分あと2週間か1週間ぐらいになったらこの辺に椿がいっぱい置かれてて、それがまた綺麗なんですよ。苔の上に椿が置かれて、奥に梅が満開で咲いてるのがね、その状況が気になる人はちょっと去年の動画を概要欄に貼っとくんで見てください。今年はまだでした。ちょっと早すぎたかな。満開の時にももう一回行きたいけど、まあでもこれ見た皆さんは今日もうこのまま上げちゃうんで、この動画が上がった日の、4、5日後ぐらいに行ったら、ちょうどいい感じですよと。で詳しくは城南宮のホームページにも書いてありますから、今何分咲きとかね、それも見てもらったらいいんちゃうかなと思います。名月、美しい。これとかめっちゃいいやん。窓の月めっちゃ綺麗に咲いてる。でも中はそんなちょっとなんかいろいろ落ちちゃってミツバチに荒らされたんかな。これ綺麗。ほんまいい香り。来てよかったマジで。もうこの6分咲きでも全然来てよかったって思える。で今結構ね、京都ホテル安いんで、観光来るんやったら今ですよ。1月2月は京都旅行は閑散期になるんですよ。閑散期になるからホテル代が安くなります。めっちゃいい、めっちゃいいよ。めっちゃいい、めっちゃいい。綺麗、綺麗だ、綺麗だ。すごい、これすごい。神楽って3時からやっけ？
あけぼの、すごいでかっ。あれが一番綺麗かも。これめっちゃ綺麗やわ。かっこいい。美しすぎるわ。そういやさっき3時から神楽って言ってたけど、14時46分、あと14分ある。この動画の締めは神楽で締めようかな。ここにもしだれ梅があります。平安の庭、弁天神楽、これも神楽っていう名前みたい。3時から神楽、ちょっと見たいぞ。うわ、結構ね、梅とか椿もいいけど、こういうのも好きやな。なんかパワー感じるよね。うわ、すごい。なんかこの奥に皆さん見えますかね、人がめっちゃいる。神楽町や。神楽町の行列が。さあ急ぎたい反面、急いで神楽に行きたい反面、ここも綺麗やから、ちょっとまだもうちょっとゆっくりしていきたい気もする。これはしだれ梅じゃなくて普通の梅かな。めっちゃええやん。このお庭がいいよね、ほんまに。なんかすごい綺麗やわ、この庭が。こんな庭家に欲しいよね、ほんま。これなんやろ、なんか糸が、あ、動画にも映ってる。ちゃんとこの糸なんなんやろ。雲の糸じゃないやろうけど、水も綺麗やな。綺麗な水が流れてます。んでここには鯉がいます。だって餌が落ちてくるの待ってんのかな。いつもここにいんなよな。かわいい。なんか餌あげたくなるな。よいしょ。あそこの道、鯉を見に行くのはいいんですけどね、間違えてこけたりしてジャボンしないように気をつけてください。うわ、もうこの苔が最強。苔が最強、ほんまに。めっちゃ綺麗、この苔が。ほんまに苔見るだけの一日とか全然いけるし。ミツバチが飛んでる。風が。この子たちが、皆さんが来るあと1週間後ぐらいに花開きます。楽しみ。もう次来るときはもう動画とかじゃなくてプライベートで来ようかな。もう集中したい。でもこうやって皆さんとね一緒に楽しみながら見るのも好き。でもプライベートで一人でも見に行きたい。何も考えずに三角座りとかしたいもんね、この梅の前に。
2時間ぐらい入れるわ、1本の木ごとに。丸1日過ごせる。好像前面是出口了。苔が美しい。ラストしだれ梅。ラストしだれ梅よ。こちらが水泳出口です。ということで出口より出口出ちゃいました。もうこれ再入場できないですからね。まだこの行列続いてんで、すごっ。しかもちょっと行列大きくなってるし、でもこんだけ行列あっても案外30分ぐらいしか並ばんでよかったからね。35、6分ぐらいやったかな。だからさっきより伸びてるから、まあ40分ぐらい並んだら入れるんちゃうかな。でもなんかこの長さで40分って言われたら、なんかそんなもんなんやって感じ。絶対に今の時期に京都旅行とか来たら城南宮は行きたいもんね。並んでも2時間並んでも行きたい。ユニバみたいにね。でも案外2時間も並ばんでいいから、皆さん安心して来てください。で今ちょっと神楽を見に行かないと。あ、もしかして神楽ってあそこか。解説までしてはる。今の京都御所と御苑を含んだ2倍の60万点の広大な敷地を誇った陸でございます。その陸でさまざまな院政を行われた御所が1個でございました。その利休時代にですね、白河上皇をはじめ鳥羽上皇や後白河上皇、後鳥羽上皇といった方々の政治の舞台、また利休の総鎮寺社として城南宮がございまして、特にその当時熊野詣が大変流行しておりまして、熊野三山に出発する際には、まずこの利休に託して法よけの精進決済をし、まず鳥の安全を祈ってから出発するという習わしがございまして、旅の安全をここでお祈りしてから旅行行くんだって。昔の人ってほんまそうやんな。旅行くって命がけやもんね、昔の人は。今ってもうなんか海外行くのも数時間で行けるし、別に命がけじゃないけど。連綿と受け継がれまして、室町時代になりますと御所が現在の位置に移動してきますので、御所から見ると南西裏鬼門の位置に当たるということで、鬼門よけの神様として知られるようになります。その後、平和な時代になってきますと、江戸時代には人口が爆発して増えてきますので、人口増加の際に、まず家が必要になります。また増築、改築を行うようになりますので、その際、鬼門よけということで、城南宮の、ね神様にお参りをして、ご祈祷をされたり、お守りをして、あるいはお札を授かって、ことになります。平和な時代ですので、旅行も大変ね、されるようになりますので、庶民の方は旅行の安全もお祈りしたということで、今の法よけの信仰が広がったようで、江戸時代ぐらいで旅行が庶民のものになるんですって。江戸時代には、正国参り、正月、5月、9月、年3度お参りすることで、より神様とのご加護をいただくという、習わしがございました。この、正国参りにあやかりまして、城南宮でも5月参りと9月参りですね、際には藤の御子神楽、菊の御子神楽を行っております。旧暦にほど近い2月、この時期は梅のお神楽を白梅と椿祭りに合わせて行っています。この江戸時代の、正国参り、宮中から国家安泰の、ね、使者が使わされて、天皇さんの使者が、城南宮で、
お供えをして、そして、国の安泰をお祈りしたという。九州から城南宮にわざわざ国家安全をお祈りする人がいるんですって。まあ、城南宮の、すごい鳥居大変や正面を見ていただきますと、太陽と月と星というね、大きい丸が太陽、ちっちゃい、丸が星になってまして、三日月のマークが月、太陽、月、星というね、日月星の、ご神門がございます。その横に、菊がね、2つあしらわれております。あ、ほんまや。両サイドでほんまや。ちょっと皆さん見えへんかもしれんけど、両サイドの金の丸が菊ですね、あれ。月切りというね、大きい長い真ん中になんかちっちゃいのがあるんやけど、それ太陽と月書いてあるわ、確かに。こちら城南宮で、お供え、まあ、奉納して、収めたということで、今でも残っております。さて、これからご覧いただく、しだれ梅、の神楽でございますが、これ梅替え神楽といいまして、お祓いを意味する神楽でございます。で皆さん今日すでにね、しだれ梅見られた方、あるいはこれから見るよっていう方いらっしゃると思いますが、しだれ梅というのは平安時代にはございませんで、まあ、江戸時代になってから品種改良で生まれたものでございます。あ、そうなんや。しだれ梅は江戸時代の品種改良で生まれたんだって。こういう理想をそうなんや。梅がかを桜の花に匂わせて、柳が枝に咲かせてしがな。梅がかを桜の花に匂わせて、柳が枝に咲かせてしがな。意味としてまして、綺麗なね、梅の香り、とってもいい香りを桜の花びらにつけて、そして、まあ、柳越しと言われるような、柳の龍がな、曲線に咲かせたらどんなに素晴らしいだろうという歌でございますが、それが、平安の殿上人の、まあ、理想郷だったわけでございますが、これが江戸時代になって品種改良で現在、皆さんがご覧いただくしだれ梅の原型ができました。その後も、度重なるね、品種改良等で皆さん大変綺麗な、しだれ梅をご覧いただくということで、その昔の殿上人のね、夢見た光景でございます。また、これからご覧いただくお神楽、巫女が天冠というね、頭の冠に、梅の、枝を刺しまして、そして手に梅の枝と、神楽のお鈴を持ちまして、花い神楽でございます。このお神楽、ご覧いただいた後には、花守りという、しだれ梅の柄をあしらいましたお守りを特別に授与しております。1体1000円のお供えにて、お受けの方にこの舞台にお上がりいただきまして、巫女がお一人お一人お鈴でお祓いをしてお持ち帰りしていただく特別な天候と幸福のお守りでございます。今、舞台に向かって左手側の受付の方で、お申し込みいただいております。お神楽中も、お神楽の後もお申し込みできますので、ご希望の方いらっしゃいましたらね、そちらでお申し込みください。お神楽終わり次第、そんなでももらう。お申し込みの方は来はった巫女さんが来まして、正面の巫女が、お祓いをして、お持ち帰りをしていただくという形になります。このしだれ梅と椿祭りの、期間のみ限定でお出ししているものでございますので、また、城南宮の参拝記念にお受けされたらいかがでしょうか。それでは間もなくお時間となりますので、これより、梅替え神楽並びに花守りの特別授与を執り行います。こちら写真撮影、動画撮影は構いませんが、フラッシュ等、たかれますとね、巫女が眩しいっていう形になりますので、その辺のご配慮はお願いいたします。梅また
ただいま梅ヶ谷神楽を執り行いました。では花守りすでにお申し込みの方はこちらの舞台袖よりお上がりいただきまして、これで神楽この前に終わりかお進みいただきます。で1000円払った人が健康と賞金をご記念しましてもらえるんか。ご施設へお払いいたします。へ花守りご希望の方いらっしゃいましたらこちらで受付をしております。花守いやーりすでにお申し込みの方はどうぞお並びください。ということでこの動画今回はね城南宮の梅のねお祭りに来ましたけど皆さんいかがでしたか。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で構いませんので母国語で書いてください。英語とか日本語じゃなくても大丈夫です。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。